実験大好き MNL です。今回は HF オールバンド新定番釣り竿アンテナ、これについてね簡単に説明させていただければと思います。とにかくねこの釣り竿アンテナ1本で7メガから50メガまで実用的にね運用することが可能となっております。で移動もね固定運用にも使えれる非常にね多機能なアンテナとなっております。使う材料は釣り竿、最低でもね5メーターぐらいの釣り竿必要かと思います。あと ATU ですね、オートアンテナチューナーで、あとアース、これがね必要になります。こんな感じですね。出来上がり、移動運用でもこんな形で使用することが可能となっております。でも皆さんね頭の痛い問題、アース、これ考えると頭痛いんじゃないかなと思います。とにかくアースで始まりアースで終わるアンテナとなっております。実用的なアース、グランドマットね簡単に紹介で、あと製作方法もねご紹介できればと思います。当然ねこのグラウンドマット、ロングワイヤーアンテナのアースとしてもね十分に利用可能となっております。グラウンドマット簡単に紹介させていただきます。もともとはグラウンドラジアルですね、こちらの方から派生したような形になっております。こちらがねグラウンドラジアル、皆さんもね何回も見たことあるんじゃないかなと思います。およそですけどね5メーターぐらいのビニール線、これをだいたい8本6本から8本ぐらい使ってこう地表に垂らしてるっていうんですか、地上から浮かせることなく垂らしているところがねポイントとなります。垂らすことによってこのような形ですね、このエレメントにも電流流れます。大地にも流れていった電流が多分ですけどね、大地との間のこの静電容量、電線との間の静電容量でねまた戻ってきてるんじゃないかなと言われているこのアースがねグラウンドラジアとなります。で今回紹介しますグラウンドマットはね見た目はよく似ております。ただ違うのがこちらがですね、上面から見ていただいた方がよくわかると思うんですけどね、一応想定している使い方がこのような形、およそですけどね25センチ幅の金属の薄い板ですね、3メーターぐらい横に伸ばしたような形になっております。それを地表に置くことによってもっぱらですけど大地から戻ってきた電流をね静電容量を通じてできるだけ効率的にアンテナに戻していくような形、これをね想定したのがグラウンドマットとなっております。このグラウンドマットですけどね、地表静電容量の確保を重点的にね行うことを目的としております。で必ずね金属の板を使った方がいいと思います。以前ですねこの金網使えた事例も多数あると思うんですけど、グラウンドマットみたいな使い方におきましてはできるだけね金属の板を使っていただいた方が分かりやすい動作になるんじゃないかなと思います。グラウンドマットのメリットですけど、少ない設置面積で設置可能です。グラウンドラジアルですとこの通りですね、基本は四方八方に広げる必要がありますので結構ねこれ設置すると場所食います。グラウンドマットの方はもう見ていただいた通り細長のねわずかなスペース、ちょっと細長くなる必要はあるんですけどね、全方向には広げないという想定ですので、非常にコンパクトに設置することが可能となっております。設置場所としましては、ベランダとあとは駐車場ですね。これがねちょっと私の使い方なんですけど、車の横からこういう形でねグラウンドマットを引きまして車から運用するときにね使っているようなアースシステムとなっております。こういう駐車場みたいに幅が狭いところにはね非常に有効的な設置方法じゃないかなと思います。グラウンドマットで一番重要となりますのが簡単に手に入る金属の板が必要となります。グラウンドマット自作方法をね紹介させていただきます。まず材料の紹介となります。材料としましては電気が流れる表面積があるこのアンテナですけど、結構ね移動運用でも使うことが多いですので持ち運びがね簡単であることもねポイントとして捉えております。アルミホイルで作る方法を今回紹介させていただきます。まず使用する材料ですね、まずアルミホイルですね。普通これ100均でも売ってる安物でも結構です。長さ測るためのメジャー、こういう幅広のテープがね30センチほどのねサチもありますと非常に便利となっております。アルミホイル非常にね薄い板、アルミをね薄っぺらく伸ばした板ですので非常に強度が不足しております。この両端を補強するとね結構強くなるっていうところがポイントとなっております。イメージ図先にね図面の方をお見せいたします。アルミホイルを今回3回から4回くらいこのような形にね折り曲げます。これがまず1つ目のポイントとなります。折り曲げたアルミホイルの端っこだけをねこのようなねテープを使いまして、要はこのような形ですね、端だけテープで固定していくと。実際ちょっとね分かりやすくするために間隔を空けてあるんですけど、実際はね端まで通すような形でねテープを貼り付けていきますと非常にね強度が高まるっていうような仕掛けになっております。実際のね加工の様子このような形で加工しております。1枚ではねまず薄すぎます。最低でもね3枚以上重ねることがポイントとなります。屋外でするとね非常にね写真映えしていいような形なんですけどね、
風が吹きますとね、すぐに浮かび上がっちゃいますので、屋外ではちょっともう実際ね、加工はできないと思います。できるだけね、屋内でした方がいいと思いますけど、全体をね、お見せするためにね、このような形、3メーターに伸ばしたものを折り曲げるためにね、屋外で作業しているような形になっております。乱暴に扱っちゃいますと破れちゃいますので注意が必要です。3枚重ねる、この作業が重要となります。実際はね、こういう形3枚重ねていったらね、終わりになります。重ねていった時に端っこでね、30センチのサシを置きながら曲げていくと、大体でいいんですけどね、サシを置いてプルッと90度曲げちゃいますとね、非常に簡単にね、綺麗に加工できます。このような形で3枚以上重ねていくのがね、ポイントとなっております。で、端の補強、幅広のこのビニールテープが結構重要なんですけど、仮固定するためにセロハンテープでね、50センチ間隔くらいにちょっとね、まず両端固定していきますとね、アルミホイルが動かなくなりますので、仮固定にはね、こういう幅の狭いね、セロハンテープ使われると便利じゃないかなと思います。で、こういう形でね、テープで随時固定していきます。テープで固定した後に、この幅広のテープですね。幅広のテープをだいたい30センチ間隔ぐらいがしやすいと思います。30センチ固定したらまた30センチ固定していくような形でね。継ぎ目となりますが、これぐらいのものでしたらね、継いでいっても問題ありませんので、いきなりね、3名このテープで固定しようと思うと結構大変ですので、最初はね、30センチぐらいを一つの目安としてね、両端固定していっていただければと思います。仕上げの時の一工夫についてもね、お伝えいたします。端っこから中段につなげるために電極を取る必要がありますのでね、端っこもね、ちょっと多めに折り返し、だから3枚プラスもう1回折り返して6枚ぐらいのことが多いんですけどね、折り返して端っこだけはね、少し強度を上げるようにお願いいたします。筒の方もね、再利用すると。アルミホイルのね、巻いてた筒も端っこにこのような形でね、巻きつけていただきますとね、収納するときに非常にね、簡単になるような仕掛けとなっております。で、最終がね、こういう形ですね、実際。こういう形で、ここ隙間があるんですけど、実際はね、30センチ間隔で、ちょっとずつ重ねながらね、こう3メーターに近づけていっていただければ。とりあえず分割して作業するのが一つのポイントとなっております。あくまでも一例です。皆さんもね、いろいろと考えていただいて、もっとね、いい方法もあるんじゃないかなと思っております。今回ね、完成しました。実際ね、こちらの方になりますね。このような形ですね。ちょっとね、こういう形でお見せしますけどね。これが筒ですね。筒がありますので、簡単に巻けますのでね、意外とこの筒っていうのがね、重要となりますのでね。何かありましたら、またね、次回以降、これもう一遍ね、ご説明させていただければと思います。まとめの方させていただきます。薄いアルミホイル、重ねてテープでね、補強しますと、金属製のね、柔らかい板、この柔らかいっていうのが今回ポイントとなります。ぐにゅぐに曲がりますので、この曲がるっていうところが非常にね、今回のグラウンドマットの重要なポイントとなります。グラウンドマット、床面または地表とね、密着することが重要です。宙に浮いちゃいますとね、グラウンドマットの性能が大幅に落ちますので、密着することがね、重要ですので、このような形でね、曲がることが結構ね、重要なポイントとなっております。次回ね、久しぶりにね、グラウンドマットを使った実験、実際にね、皆さんにお見せしようかなと思います。その中でね、こちらの方にもありますけど、利点と、欠点もありますので、この辺もね、次回詳しくご紹介できればと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。